最低。私の裸触ったでしょ。ホテルのリゾートスパで気分よく入浴中、突然俺の前で倒れた美女を助けると、なぜか大騒ぎされてしまった。こんなことをするなんて、君にはもう仕事を依頼できないよ。まさか人を助けた結果、仕事を失い、俺の人生が狂うことになるなんて。だが、なぜか助けた美女が恥ずかしそうにホテルの個室に俺を誘ってきた。あなたにお願いしたいことがあるの。それを聞いて、俺はごくっと生唾を飲む。美女からのお願いとは。俺の名前は佐藤匠、30歳。楽器店で働きながら数年前からピアニストをしている。ピアニストといっても、オーケストラで演奏をするとか、コンサートをするとか、そういう機会はほとんどない。結婚式や三つ星ホテルのラウンジ、高級レストラン、イベントなどの伴奏やデモ音源の録音などがメインの仕事だ。子供の頃、姉が習っていたピアノを真似して弾いているうちに、俺もその魅力にすっかりハマってしまった。もともとあまり熱心ではなかった姉は、ピアノ教室をさっさと辞めてしまい、姉と入れ替わりで俺がレッスンに通うようになったのだ。ピアノ教室の講師は、それはもう熱心に教えてくれて、子供ピアノコンクールで優勝したこともあった。高校に入った頃は、本気で音大に行きたいとも思っていたが、ちょうどその時に父が病気で他界。俺の夢はその時に絶たれたのだった。うちには音大に行くお金なんてなかったし、奨学金で行ったとしても音楽家として成功できる人間はごくわずかだ。仮に奨学金で大学を出たとして、働きながらその返済やレッスン代を捻出しようとしたら、家に仕送りもできないどころか、自分の生活もままならない。それに苦労をかけた母親のためにも、あと4年学生をやるより、すぐに就職して家にお金を入れる方が当時の俺には優先だった。そんなわけで高校卒業を機にピアノ教室も辞めたのだ。講師も熱心に音大を進めてくれていたので、ピアノ教室を辞めるときにはかなり惜しまれ、俺としても未練は残ったまま。結局、すっぱりと諦めることのできなかった俺は、在学中からバイトをしていた楽器店にそのまま就職させてもらったのだった。演奏家にはなれなくても、こうしてピアノや楽器に携われる仕事につけて、それなりに充実した日々を送っていた。この店でバイトを始めたのは、高校2年で父が病気になった時だ。店が暇な時は、店頭のピアノでデモ演奏をさせてもらったりもしていた。俺としても、いろいろなピアノが弾けることは普通に楽しい。そんな俺の姿を見て、店長が、ピアノでボランティアに行ってみないか、と声をかけてくれたのだ。それから、いろいろな場所に出向いて演奏することになった。人に自分の演奏を聴いてもらい、喜んでもらうことは、俺にとっても喜びであり、自信にもなる。だが、ちょうど高校を卒業してすぐに行った老人ホームのボランティアで、俺はその自信を打ち砕かれることになってしまったのだ。めぐみに初めて会ったのは、その老人ホームでのボランティアだ。当時、大学院生だっためぐみも、ボランティアでこの老人ホームに来ていた。後から聞いた話だが、この頃のめぐみは、純粋にボランティアをやりたくて来たのではなく、単に大学の内申点稼ぎに参加していただけらしい。イベントは毎年老人ホームの周年記念で行われていたもので、フリーマーケットが開催されたり、俺以外にもパフォーマーとしてアマチュアマジシャンが登場したり、名前の聞いたことのない歌手が登場したりと、地域の人も巻き込んだお祭りとなっており、ボランティアスタッフも忙しそうにしている。俺は自分の演奏を終えると、老人ホームのスタッフの人たちから仕出し弁当を出してもらい、遅い昼飯にありついていた。いただきまーす。誰もいない食堂で一人手を合わせてから弁当を食べ始めると、背後から声がした。あなた、どこの音大を出たの？人前に出るにはまだ下手だから、
もっとちゃんとした先生について習った方がいいわよ。唐突に言われて振り向くと、めぐみが立っていた。いきなりそう言われて、俺は少しムッとする。何も事情を知らない奴に偉そうに言われたくない。音大なんて出てないよ。高校まで近所のピアノ教室で習っていたけど、あとは独学みたいなもんなんだ。すると、めぐみは目を丸くした。自己流なんてダメよ。よかったらフランスの音楽院を出た先生を紹介してあげるわ。レッスン料も5万円と良心的なのよ。月謝が5万円？今まで通っていたピアノ教室の月謝は6000円くらいだった。この春からようやく社会人となったばかりで、働いて家にお金も入れなくてはならない俺にとって5万円の月謝なんて到底考えられない。だが、めぐみはおかしそうに笑った。そんなわけないじゃないの。1回のレッスンが5万円よ。音大生もプロもみんながレッスンを受けたくて予約待ちの有名な先生なのよ。あなたも名前くらいご存知じゃないかしら。私の紹介ならすぐにレッスン予約が取れるわよ。1回のレッスンが5万円らしい。3回受けたら俺の給料なんてなくなってしまう。現実味のない話に俺はため息をついた。はあ、せっかくだけどそんなに払えないから。するとめぐみはありえないという表情で、自己投資にそれくらいも払えないなんて向上心がないのね。がっかりだわ。と心底がっかりしたように言い放った。俺は突然のことに何も言い返せずポカンとめぐみを見る。めぐみは言いたいことを言ってすっきりしたのか、もう俺には興味がなくなったのか、さっさとその場を後にした。世間知らずなお金持ちのお嬢さんとは住む世界が違う。もう二度と彼女と会うことはないだろうと思い、俺はこの時のことを忘れることにした。だが、めぐみに言われた下手だからという言葉だけは、それからもずっと俺の心の片隅に居座り続けることになったのだった。正式に就職が決まってから、店長はボランティアではなく、ギャラの出る仕事として俺に演奏の話を持ってきてくれるようになった。高校の時からバイトでお世話になっていたから、俺がピアノを諦めた経緯も知っていて、こういう機会をくれているのだろう。店長の紹介だったこともあり、演奏の仕事がある日は店を休んだり早退したり融通も聞かせてくれている。大したギャラではなかったが、そんな風に自分の演奏で収入を得ることができるようになったのは、俺にとっては嬉しいことだった。それをきっかけに仕事を斡旋してくれる事務所に登録し、俺は楽器店と演奏の仕事を両立させるようになったのだ。楽器店の店員とピアニストの二足のわらじを履くようになって数年が過ぎた。演奏仲間もできて、いろいろな場所に呼ばれるようになり、今の生活に不満はない。充実していると思っていた。今では俺を指名で呼んでくれるところもある。その日も、いつも世話になっているバーラウンジでの演奏の仕事が入っていた。少し遠いのだが、ギャラも客層も良く、毎月レギュラーで呼んでもらっている仕事だ。仕事が終わると終電には間に合わないので、いつも従業員控え室に泊まらせてもらって翌朝帰っている。今日もそのつもりで自分の仕事を終えると、俺は従業員控え室に戻った。だが、簡易ベッドに横になった途端、スマホが鳴り出す。着信は演奏仲間のバイオリニスト、川村翔太からだった。深夜にすまん。起きててよかったよ。急で悪いんだが、明日、大手企業の社員旅行の宴会で演奏を頼めないか？新しくできたリゾートホテルでの仕事らしいが、ここからだと遠いので移動に時間がかかる。明日は休みだが、もう終電もないし間に合わないぞ。ピアノがいないならバイオリンだけでどうにかならないのか？それがさ、宴会の BGM なのに
リクエストが細かいんだよ。ピアノとバイオリンで曲も指定されてて、予定していたピアニストが急病になったから事務所から匠に頼めって言われたんだ。こだわりのあるクライアントだから初対面のピアニストと組むのは無理だろう。お前なら何度も一緒にやっているから呼吸も合うし、俺もやりやすいし頼むよ。ギャラも破格だし、温泉のスパが入り放題だってよ。こっちまでタクシーで来ていいって言ってるから、とりあえず来てくれよ。どうにも困っている翔太の様子に、俺はつい断りきれず引き受けてしまった。タクシーを呼ぶと荷物をまとめて乗り込む。俺はタクシーの中で翔太からスマホに送られてきた譜面を確認した。深夜で道がガラガラだったこともあり、そんなことをしているとあっという間にホテルに到着。そこは外資系のホテルでスパが売りだった。確かに海外のリゾートのように大きな建物だ。従業員入り口で出迎えてくれたホテルのスタッフに案内されると、俺はツアーなどの時に添乗員が宿泊する部屋に通された。客用よりも狭い部屋だが、新しくて綺麗だ。お待ちしておりました。こちらの部屋をご利用ください。だが、せっかく部屋を用意してもらっても寝ている暇なんてない。すいません、ピアノの調律は済んでいますか？できればこれから練習をしたいのですが、できますか？俺が頼むと担当者はすぐにピアノのある部屋に案内してくれた。防音もバッチリのその部屋には数台のグランドピアノが鎮座している。すごいですね。俺は思わず息を飲む。ピアニストなら一度は演奏してみたい名器が惜しげもなく置いてあるのだ。今回のお客様はこちらのピアノでの演奏をご希望です。示されたのは世界三大ピアノブランドの一つ、スタンウェイ。セミコンコンサートなどで使われるモデルのグランドピアノだった。まさかこんなピアノを弾かせてもらえるとは。お客様のご要望なんですよ。曲も細かいリクエストがあったと聞きましたが。そうなんです。会社の上役の方がどうやら音楽に精通した方のようで。そんな人の前で俺なんかが演奏して大丈夫なんですかね？企画されている方が川村様と佐藤様にご依頼したと伺っておりますが。スタッフの人が不思議そうな顔をした。俺が依頼を受けてきたと思っているようだ。だが俺はただの代理。音楽に詳しい人たちの前で演奏するのは正直緊張する。5年前にめぐみに言われた下手くそという言葉が頭をよぎった。使い終わりましたらそちらの内線でお呼びくださいませ。ホテルの従業員はそう言って部屋を出て行った。よし、時間があまりないんだ。とにかく練習しよう。引き受けてきてしまったのだから後には戻れない。翔太に恥をかかせないためにもとにかく練習しなくては。そう思って弾き始めた俺はいつの間にか夢中になっていた。普段弾く機会がない高級なピアノはキータッチが違う。無心で弾き続けているうちにいつの間にか明け方になっていた。もうこんな時間か。時計に目をやって一度楽譜を閉じる。立ち上がると同時に声をかけられた。ここに着いてからずっと弾いていたのか。驚いた様子の翔太が近づいてくる。ずっとって言っても4時間くらいしか経ってないぞ。それにこんなピアノを弾ける機会はあまりないからな。グランドピアノを見た翔太は、スタンウェイかと言いながら鍵盤を叩いた。実は俺が弾くバイオリンも。翔太はそう言いながら持ってきたバイオリンを出してみせた。これを使えと言われたんだ。自前のバイオリンではなく貸し出されたのか？渡されたバイオリンをそっと受け取る。詳しくない俺でもそれが名器だというのは分かった。
アンサルド・ポッチの多分2000万くらいのやつ。2000？ 驚きで思わず落としそうになってしまった。俺も実物を見るのは2度目だ。音大の教授が使ってたんだ。翔太は音大を卒業している。イタリアに短期留学の経験もあり、俺と違って一流に触れてきた人間だ。まさかこんなところでこんな名器を演奏する機会が来るなんてな。俺からバイオリンを受け取りながら翔太は苦笑いを浮かべた。まったくだ。音楽に精通した客のようだが、俺で大丈夫なんだろうか。不安になってきたよ。そうだよな。会社の社員旅行の宴会程度でこんな楽器を使わせるなんて何者だろう。お前も知らないのか？ああ、いつものようにこの仕事いけるかと言われてきただけだ。ホテルのスタッフの言い方だと翔太を指名したような口ぶりだったが、実際は違ったのだろうか。とにかく恥をかかないようにできることはしておこうぜ。そうだな。俺と翔太はいつになく真剣に練習に集中した。楽器のおかげか、俺たちの演奏はいつもより格段によく聞こえる。気持ちいいな。ああ、楽器のおかげで急に腕が上がったような錯覚に陥るよ。俺たちは高級な楽器を堪能していた。準備の時間が迫り、ピアノは宴会が開かれる部屋に移動された。俺と翔太も身支度を整えるため、一旦部屋に戻る。呼ばれて宴会場に行くと、ピアノの前に座った。宴会は会社の重役たちの挨拶から始まり、俺たちは話し声の邪魔にならないように静かに BGM を奏でる。ふとステージに目を移すと、見たことがある女性が挨拶を始めた。あれは5年前と比べて大人っぽくなっていたが、見間違うはずがない。彼女は老人ホームにボランティアに来ていためぐみだった。彼女はどうやらこの会社で部長職についているようだ。佇まいは堂々としていて、若くてもいかにもエリートという風格がある。挨拶が終わると、彼女は俺の前を通り過ぎて自分の席に戻っていった。まさかこんなところで再会するとは思わなかったが、向こうは当然俺のことなんて覚えていないようだ。ほっとした俺は演奏に集中した。また下手とか向上心がないって言われたらちょっと嫌だけどな。何事もなく宴会はお開きとなり、俺と翔太も仕事をやり終えて自分たちの部屋に戻った。どうなるかと思ったけど、無事に終わってよかったな。まったくだ。急だったのに来てくれて助かったよ。これからリフレッシュしにスパに行かないか？疲れも癒えるぞ。そうだな。このホテルの売りだもんな。せっかくの機会だから行ってみよう。翔太は最初からスパに入るつもりだったらしく、しっかりと水着を準備していた。ああ、さすがに水着は持ってないな。大丈夫だ。スパの入り口のカウンターで専用入浴着の貸し出しがあるから。そう言われて、俺たちは連れ立ってスパに向かった。広々とした温浴施設は深夜ということもあり、ほぼ貸し切り状態だ。レンタルした入浴着に着替えようとすると、翔太が、あと声を上げた。どうしたんだ？忘れ物した。ちょっと取りに行ってくるわ。わかった。先に入ってるぞ。慌てて取りに戻る翔太を見送り、俺は先に浴場に入った。真ん中には噴水があり、プールのように広々としている。俺はちょうどいい温度の湯の中に身を委ねて息をついた。熱くもなくぬるくもない温度は絶妙で、昨日からほとんど眠れなかった俺はその心地よさにうとうとし始める。しばらくすると
誰かの話し声が遠くで聞こえたが、半分眠りの中にいた俺はどうしても睡魔に抗えない。少しずつ人の気配が近づいてくる気がしたが、俺のまぶたは閉じたままで意識もぼんやりとしていた。キャー！だが女性の悲鳴で一瞬にして目が覚める。うわ！顔を起こすと目の前には水着姿の女性がいた。どいて！え？あ！意識がはっきりした時には遅かった。水着姿のめぐみが俺の方に向かって倒れてきたのだ。このまま転んでしまったら怪我をしてしまう。とっさに助けようとしたが、俺も眠気のせいか足元がおぼつかず、うまく立ち上がれなかった。先にバシャッと水音が静かなスパ内に響いたと思うと、次にめぐみの悲鳴がスパ内にこだました。めぐみが俺に覆いかぶさるような状態で二人で湯の中に転がっていく。幸いにも浅い場所だったので、俺はそのまま仰向けになっただけで、その上にめぐみが寝転ぶような形になった。どうやら俺がクッションになったようで、めぐみも怪我などはなさそうだ。どさくさに紛れて変なところを触らないでよ。早く離して。ああ、すいません。倒れ込んで人を下敷きにしたのはめぐみなのだが、あまりの剣幕に俺はとっさに謝ってしまう。めぐみは俺の手を振り払うと、最低と半泣きで言って出て行ってしまった。彼女と一緒に来たらしい何人かの女性もその後ろ姿を追いかけていく。おい、大丈夫か？翔太が手を差し伸べてくれるが、すぐにその手をつかめず、ただ呆然と去っていくめぐみたちの後ろ姿を見送った。災難だったな。呆れた様子で翔太もめぐみが去った方を見ている。おかげで目が覚めたよ。まあ怪我もなく元気そうでよかった。俺も苦笑いを浮かべて立ち上がった。そのまま部屋に戻ると、限界だった俺はすぐにベッドに横になる。沈み込むように眠りに落ちた俺だったが、しばらくして部屋の電話で起こされてしまった。時間を確認するとまだ朝の5時前だ。すぐに支配人室に来てほしいと言われ、慌てて身支度を整えて向かった。ホテルでの仕事はよくあるが、支配人室に呼び出されたことは初めてだ。こんな早朝に呼び出されるなんて、いい話ではないことは予測がついた。演奏がまずかったのだろうか。俺はドキドキしながら支配人室のドアをノックした。すぐに、どうぞ、お入りください。と中から声がしたので、緊張したままドアを開ける。ソファーには支配人とおぼしき男性が座っていて、それよりも少し若い男性が俺を招き入れると、ソファーに座るように促した。彼の名札を見ると、マネージャーと書かれている。早速なんですが、昨夜の件でお客様が警察を呼ぶとまでおっしゃって大変でした。今回はそこまで至らず、なんとか収まりましたので、ペナルティはなしとしますが、島田さんご本人はもちろん、所属の事務所へのお仕事の依頼は、当面差し控えさせていただくことになりました。マネージャーがつらつらと事務的に話し続けるが、俺には何のことだかさっぱりわからなかった。昨夜の件というのは？俺が問い返すと、支配人が明らかにムッとした表情を浮かべる。マネージャーは無表情のままで、ちらっと俺に目をやった。スパ内でのわいせつ行為の件です。わいせつ行為？昨日の深夜、スパであなたから体を触られたとお客様から訴えがありました。お忘れではありませんよね。昨夜のスパでの出来事といえば、めぐみが足を滑らせて俺を下敷きにしたことしかない。待ってください。誤解です。あの時は私の同僚も近くにいましたし、
被害を受けたという女性の仲間も一緒でした。その方々に事実確認をしていただけたら、何もなかったことが判明すると思います。俺が立ち上がったと同時にドアが何度もノックされ、慌てた様子で誰かが支配人室を訪ねてきた。島田と一緒だった川村です。マネージャーがドアを開けると翔太が駆け込んできた。島田にわいせつ行為の疑いがかけられているとのことですが、それは誤解です。スパには防犯カメラはついていないのでしょうか。それを確認していただければすぐにわかることです。すると、これまで黙っていた支配人が口を開いた。事実はどうでもいいんだよ。大手企業の重役がそう言ったんだ。それに対応せず野放しにしておいたら、お客様に乱暴を働くようなものが出入りしているとうちの評判が悪くなる。だから今後君への仕事は頼めない。それだけだ。わかったか？そんな。まあ今回は運が悪かったと思ってくれ。うちの立場なら今後フリーランスの演奏家と大企業の重役、優先されるべきはどちらなのか君にだってわかるだろう。私だって君のことは気の毒に思うから、今回のギャラは少し上乗せしておくよ。俺の落胆ぶりを見て同情したのか、支配人はそう言って立ち上がった。何も言えないまま翔太に連れられて、俺は自分の部屋に向かう。スパで転んだ女、昨夜の宴会をしていた企業の部長だったんだな。あれはお前を巻き込んだ事故で、こっちは被害者だってのに、まさか悪者にするなんて。彼女はエリートのお嬢様だから、俺のような庶民の行く末なんてどうでもいいんだろう。お前、あの女と面識があったのか？5年前、老人ホームのボランティアで一度だけ会ったことがあるんだ。俺が答えると、翔太は足を止めた。まさか、お前のピアノを人前に出るのはまだ下手だと言った女か？そういえば、翔太にはあの時の出来事を話していた。そうだよ。向こうは覚えていないだろうけど、言われた方は忘れられないもんだな。彼女の顔もすぐに分かったよ。分かってないな、お前のピアノの価値が。俺がいつも伴奏が必要な時にお前に依頼するの、どうしてか分かるか？まあ、よく一緒にやっているから気も合うし、演奏していても息が合うからな。俺もお前との演奏はやりやすいよ。それだけじゃないんだな。お前のピアノは音の戻りが美しいんだ。なんだそれ、初めて言われたぞ。音大にもこういう風に弾けるやつはいなかった。まあ、お前はすごいんだってこと。よくわからないが、翔太は俺を褒めてくれているようだ。その言葉だけありがたく受け取っておくことにしよう。駅まではホテルのシャトルバスで行くだろ。帰り支度ができたら声をかけるよ。翔太と別れて自室に戻ると、俺は帰る準備を始めた。事務所には、店長には、なんて言えばいいだろう。大した荷物はないので、帰り支度と言ってもすぐに終わる。考えても仕方がないな。俺は時間まで仮眠を取ることにして、ベッドに寝転んだ。すると、部屋のチャイムが鳴る。翔太かと思ってドアを開けると、そこには意外な人物が立っていた。あなたは、何かご用ですか？ここは従業員専用エリアで、一般のお客様は入れない場所ですよ。予期せぬ恵みの来訪に、俺は身構えた。昨夜のこと、大騒ぎしてすいませんでした。思ったより大ごとになってしまったようで、一言あなたに謝罪をしたくて。そう言うと、めぐみは深々と頭を下げてきた。個別に謝っていただいたところで、状況は何も変わりませんから。失礼します。
そう言いながらドアを閉めようとする。めぐみは強引に片足をドアに挟ませてきた。意外な行動に俺の方が慌てふためく。ちょっと何をするんです？もう二度とあなたの前には現れませんから、今だけとりあえず私の話を聞いてください。お願いします。めぐみはなかなか引き下がろうとしない。だが足を挟んでいるのでドアを無理やり閉めることもできず、俺は必死で訴えた。嫌ですよ。こんなところを誰かに見られたら困ります。今度はあなたを部屋に無理やり連れ込んだとか噂になったらどうしてくれるんですか？そんなことはありませんから、少しだけ話を聞いてください。お願いします。なぜか必死に訴える彼女に俺は根負けしてドアから手を離した。でしたら今この場でお話しください。当たり前のように部屋に入ってこようとするめぐみを制して、俺は廊下で立ち話をすることを提案した。ここでですか？めぐみは少し不満げだ。スパではあれだけ騒いだくせに無防備に男性の部屋に入ってこようとするなんて、彼女の危機管理能力はどうなっているのだろう。ここではちょっと部屋に入れてもらえませんか？嫌ですって。俺が即答すると、めぐみは顎に手を当てて何やら考え込む素振りを見せた。それから何かひらめいたような表情に変わると、自信満々に俺に言い放つ。安心してください。絶対に何もしませんから。その大真面目な表情に、俺は全身の緊張が抜けていくような気がした。それ、あなたが言います？だって、すごく警戒されているから。今度はきょとんとした表情を向けられ、もうどうしていいかわからなくなった俺は、仕方なく彼女を部屋に招き入れた。小さなテーブル越しに向かい合って座ると、めぐみはもじもじしながら話し出す。昨夜は本当に申し訳ありませんでした。久しぶりにお酒を飲んでしまって、その前が寝不足だったので酔いが回っていたみたいで。歯切れ悪く言い訳を始めた。そんなめぐみに少し苛立ちを感じた俺は、少し意地悪く言い放つ。そうですか。俺の方は今回の件でホテル業界で噂が広まって、他のホテルも出禁になる可能性があるんですけどね。今後のピアニストとしての活動にも差し支えるどころか、もう二度と仕事が来なくなるかもしれません。それは困ります。めぐみは勢いよく顔を上げると立ち上がった。すぐにホテル側に私の落ち度だと話してきます。でも、その前に一言だけ言わせてください。めぐみは深呼吸をすると、意を決したように座り直した。実は5年前、私は老人ホームのボランティアであなたとお会いしたことがあるんです。その時からずっとあなたのファンでした。いつかまたあなたの演奏が聴ける日を待ち望んでいました。会社の社員旅行の宴会で音楽家を呼ぶと決まってから、どうにかしてあなたに来てもらうことができないかと、八方手を回して決まっていたピアニストと無理やり交代させたのは私なんです。せっかくあなたの演奏が聴けるからと、ピアノもバイオリンもふさわしい楽器を準備して、本当に楽しみにしていたんです。一気に話すめぐみの話に、俺の思考回路はついていけず、しばらく黙っていると、彼女は喋り続けた。昨夜は恥ずかしながら、そんな憧れの方に失態を見られてしまったことで、あんな態度をとってしまいました。あの後、部下たちが、いい年して男に触られたとか大騒ぎしてみっともない。触られたって言うけど、どう見ても相手は助けようとしてくれただけで、部長に興味なんてないよね。自意識過剰すぎ。でも、部長に盾ついたら、会社での立場が悪くなるから、などと話しているのを偶然聞いてしまって、もう恥ずかしいやら情けないやらで。肩をすくめて
小さくなるめぐみを見ていると、俺の中の彼女に対する印象が塗り替えられていく。それと同時に、彼女の会社での立場を垣間見たような気がした。会社勤めはしたことがないが、この若さで大手企業の役職に就くというのは、想像以上に大変なことなのだろう。若い女性というだけで、受けるのは羨望だけでなく、嫉妬の方が大きいのかもしれない。俺も覚えていますよ。5年前のボランティアの時のこと。あなたに、まだ人前で弾くには下手くそだから、いい先生を紹介してあげる、と言われたんです。私、そんな失礼なことを言っていたんですか？すいません。本当に恥ずかしいです。5万円も払えないと言ったら驚かれました。もう穴があったら入りたいです。過去の暴言も今回のことも本当に申し訳ありませんでした。めぐみは泣きそうになりながらまた深く頭を下げた。もう謝らなくて結構ですよ。おかげでスタンウェイのいいピアノを弾かせてもらうことができました。それで帳消しです。あと5回だけ解いてもらえれば。はい、それはもちろんです。これを。めぐみはためらいがちに俺に名刺を差し出した。祖父が音楽関連の会社を手広くやっていました。きっと何かお役に立てると思うんです。よかったら連絡をください。名前の裏には手書きで電話番号とメールアドレスが書き添えられていた。もう二度と関わることはないと思ったが、俺はその名刺を受け取ったのだった。帰宅後、すぐにホテルから連絡があり、めぐみがすべて誤解で俺は何も悪くないと撤回してくれたことを聞いた。ひとまずこれで仕事を干されずに済んだようだ。めぐみはちゃんと約束を守ってくれたのだ。それからしばらくは演奏以来の仕事はなく、俺は楽器店の店番をしながら時々店頭でデモ演奏をしていた。そして1週間ぶりに演奏の仕事に行く日、いつも楽譜を入れて持ち歩いているカバンを開けると、中で何かが光ったことに気づく。カバンの中身をひっくり返すと、キラキラした石のついたピアスが出てきた。身に覚えのない女性もののピアス。俺は翔太にも聞いてみたが、もちろん知らないという。もしかしたら、俺は捨てられずにいた名刺を財布から取り出した。ピアスの写真を撮り、メールに添付して送ってみる。すると、すぐに返事は来た。ピアスは予想通りめぐみのもので、ホテルで話をしていた時に俺のカバンに紛れたようだ。そして次の休みに俺はめぐみと会って直接ピアスを渡すことにした。わざわざありがとうございました。近くのカフェで待ち合わせると、めぐみは爽やかなワンピース姿で現れた。それは店内にいた誰もが思わず見とれるような美しさで、同時に一緒にいた俺も注目を浴びてしまう。どうかしました？ああ、この格好おかしかったかしら。いや、宴会の時もかっちりしたスーツ姿で、いかにもキャリアウーマンって感じだったから、印象が違って。すると、めぐみは柔らかく微笑んだ。実はあれから会社を退職したんです。ずっと佐藤さんからの連絡を待っていたんですよ。そんな意味ありげな言葉をめぐみはさらっと言ってのけた。退職って、俺を待ってたってどういうことですか？私の祖父は大手音楽会社の会長で、私は関連企業にコネで入って部長まで上り詰めたんです。でも、その事実を認められずに、全部自分の実力だと過信していました。めぐみさんはそう言うけど、いくらコネでもある程度実力がないとやっていけないでしょう。そんなことないわよ。上司が無能でも有能な部下が全部フォローしてくれるんだもの。すると、めぐみの口調が砕けたものになり、
人事のように笑い飛ばした。彼女は意外と素直だし、自分を客観的に見ることもできる。そして見た目よりも飾らないタイプのようだ。俺はそんなめぐみに好感を抱いていた。それで提案があるんですけど、あなたの一ファンとして佐藤さんのために私のコネクションを使いたいと思って。俺のために？せっかくコネがあるのだから使わないともったいないでしょ。それを誰のために使おうかと考えたら、あなたしか思い浮かばなかったの。それはつまり、めぐみさんが俺のパトロンになるってこと？俺が聞き返すと、めぐみは考え込んだ。パトロンじゃなくて、マネージャーとかどう？私があなたを支えて、一流のピアニストにするわ。あははは、それは壮大な夢だな。俺は思わず吹き出してしまった。冗談じゃないわよ。私は本気だからね。あなたの実力と祖父のコネがあれば現実になるわ。それから俺はめぐみに促されるままに彼女の祖父の音楽会社と契約した。所属アーティストとして一流のピアニストからレッスンを受け、少しずつ実績を積み上げていく。めぐみは本当にマネージャーとして俺を支えてくれて、ついにドイツで開催された権威あるコンクールで金賞を受賞したのだ。たくみさん、おめでとう。ありがとう。君のおかげだよ。人生最良の日、受賞式の後、俺はめぐみにプロポーズをした。25年経った今も、俺たちの中では色あせない思い出だ。久しぶりのドイツへの演奏旅行だわ。スーツケースに荷物を詰め込みながら浮かれる妻の姿を、俺は目を細めて見つめた。